はい、こんばんは、川島です。そして今回ですね、僕の友達の、マッタに今日は来られました。お願いします。はい、今回はサムネイルにある通り、こんな感じでビフォーアフター、お尻がね、こっからこう変わった写真が、ね、あると思うんですけども、実際これ描いたのが、この横にいるね、マッタです。はい。けども、今回ね、1ヶ月で描いたから、その1ヶ月で描いた方法をね、今日ね、レクチャーしていこうと、シェアしていこうと思って今日は撮影をしております。でもだいぶ変わったもんね。だいぶ変わった、ね、上がりました。上がったよね。すごい上がった。シルエットがだいぶ変わったから、きつかった。最初はすごいしんどかった。嘘。全然やったことないし。そうね。最初しんどかったけど、後半多分慣れたもんね。そう。だよね。だからそんな感じで、ちょっとね、最初しんどいんですけども、実際はやっていけば慣れてきますので、一緒にね、やっていきましょう。まず今回のポイントは、大臀筋って筋肉なんですけども、大臀筋っていうのは、お尻の筋肉なんですね。お尻の筋肉なんですけども、よく定番でありがちなのは、普通にトレーニングしちゃってる人がすごく多くて、大事なのは固まってる筋肉の状態でトレーニングしても全然違うんですよ。実際に埋まったっていうのは1週間に1回整体をしながらやったんだけども、整体した後さ、お尻トレーニングやってさ、全然違かったでしょ。全然違うでしょ。要は歪みがあるままやってもね、なかなか筋肉使えないんですよ。なのでまずみんなにやってほしいのは、整体に行ってもいいんだけども、まずね、家で簡単にできる、まずお尻の筋肉の代謝を上げる方法をまずやってもらってから運動してもらう。この順番でやらないと筋肉っていうのはうまく使えないので、しっかりね、まずはストレッチ、筋肉をまずほぐし、そこからトレーニングする。このルーティンでね、今から一緒にやっていきますので、頑張ってやっていきましょう。では一緒にやっていきましょう。はい、ではやっていこうと思うんですけども、まずね、やってもらったのは、まずお尻のね、代謝を上げてもらったんですけども、まず皆さん、フェイスタオルを準備しましょう。フェイスタオルで、フェイスタオルをくるくる丸めていきます。まずボールを作ります。もしボールがある人、テニスボールとか、拳用のボールがある人はそれでも全然 OK です。ちょっと固めにタオルでね、やる場合は巻いていきます。こんな感じのタオルを準備してもらって、まずこれでお尻をほぐしていきます。じゃあ、どんな感じでいつもやってましたか？家ではテニスボールを使ってやってるんですけど、お風呂上がりにマットの上に置いて、そのまま力を入れずに座って、あとは硬いところをほぐすように円を描いたり動かしたりしてもらってね。本当はボールだからもうちょっと動けですけど、はい、今タオルなんでこんな感じでやってきました。で、あとはお尻の下に置いてだらーんと寝たりとかね、そんな感じで、とりあえずお尻をボールでほぐすということをね、最初にやってもらいました。これがステップ1でしたね。で、これポイントはできればボール系があった方がやっぱいいよね、これね。いいと思うね。100均とかでもあるもんね。100均にテニスボールは売ってますね。そんな感じでまずお尻をこのボールとかねでほぐします。で、もう1個あって、そのもう1個は仙骨枕というんですけども、こういうね黄色いのが器具があるんだけども、これネットで売ってるんで別に買ってみてほしいんだけども、これがない人はねフェイスタオルで丸めていくんですけども、2つ折りにして畳んで、あとはくるくる丸めていくっていう、ちょっとこれ片面で巻くのがポイントなんだけど、ちょっと片面に巻いてちっちゃい棒ね、こういう棒を作って、でこれを使ってやっていきます。じゃあこれで1回やっていこうか。ポイントはね、お尻の真ん中に置くんですよね。尾てい骨っていうその尻尾の骨があるじゃないですか。尻尾の、そこに縦に置く感じ。置いて、はい、寝るんですね。で、このまま、あとは、ゴロゴロですね。左右にゴロゴロ寝ていくと。こんな感じで、やってもらってました。なので、基本的には、最初にまずこの2個を持っていきます。ボールでほぐし、この仙骨枕というのでまず骨盤周りをほぐしていきます。そうするとやった後とやる前で違い感じてほしいんだけど、これやったかやってないかで結構ねお尻の筋トレの違いすごく感じるんですよ。なのでまずこれを必ずやってからトレーニングに行ってください。はい、OK、次行きましょう。はい、じゃあ次3つ目がトレーニングになってくるんですけども、3つ目トレーニングはまず初級編でお尻の大臀筋で筋肉を使っていきます。ですごく簡単で、まずこんな感じで仰向けに寝ます。で、膝を立てます。90度ね、立てます。で、そしたら手をしっかりこうやって下に手をついておき、ここからお尻を上げていく運動ですね。はい、いきましょう。はい、こんな感じ。そうです。はい、こんな感じで上げていきます。で、ポイントはしっかりお尻の部分、ここからグッと上げていく。下ろして、はい、上げて、はい、こんな感じ。こんな感じでお尻を軸に上に上げていくですね。で、ポイントはやってみて、ちょっと反らす感じ。ちょっとアーチですね。その反らす感じを作るのが一番ポイントですね。はい、これでやっていきましょう。これ家で何回してた？家で20回を3セット。20回の3セットやってました。はい、こんな感じです。じゃあいきましょう。軽くね。はい、こんな感じでグッ落としてグッという感じで20回の3セットやってきました。これポイントは何かありますか？ポイントはお尻を意識する。
お尻を意識してグッと力を入れるようにね、僕もこれ言うのは最後ギュッとしっかり締めるんだよと僕言うんですけども、上げてみて、上げるときにグッと最後締めてね、お尻の穴を締めるイメージでグッと締めてねっていう感じでよく言うんですね。そうするとしっかりお尻の筋肉を使えてきますので、まずこんな感じでやっていきましょう。これがまず20回の3セットですね。はい、次行きましょう。次4つ目。次4つ目は、この四つん這いになってもらって、まず姿勢を作ります。しっかりまずね、この腰をね、こうならないようにちゃんとこうちょっと反らします。ちょっと反らして、お尻は90度にして、膝も90度にして、まず準備します。で、頭はできればこう下に下げるんではなくて、しっかりちょっと起こした方がいいですね。こんな感じで起こします。で、この状態から、お尻を上げていくんですけども、まずポイントが、まずね、1回曲げます。なので、1回グッと曲げ込んで、上げる。上げる。そう。で、曲げる。そう。上げる。はい、この繰り返しです。で、この時に、膝をしっかり伸ばしたまま、上げる。できれば上に上げれるところまで上げるですね。これがポイントです。でしっかり最後まで上げることによって最後お尻に効きますので、こんな感じで一番グッと曲げて一番グッと、伸ばすという感じで結局最大伸展っていうね、一番大きな動きをしていきます。はい、こんな感じでやってみましょう。はい、こんな感じだね。もうだいぶ慣れたでしょ。だいぶ。でもきつかった。きつかったよね。これが中級編ですね。これポイントなんかありますか？待ったかな。ポイントは、でもどうしてもやってたら、こう楽な方に力が流れやすいから、絶対まっすぐ。まっすぐね。そうそうそう。これが悪い例ね。斜めに。そう。骨盤が斜めになってるやつを。フラットじゃなくて、斜めになっちゃってるから、これダメで、いい例やってみて。そうそうそう。骨盤がしっかりこのずれずにできてると。じゃあ悪い例やってみて。悪い例。そう、これでこう斜めに上がっちゃってる。これダメなんですよ。なのでこんな感じでまっすぐにしてね、まっすぐにして、はい、グッと、そう、まっすぐ上げる、グッという感じのフォームで、足の裏をしっかりまっすぐ上に上げる感じ、こんな感じでやっていきます。これが、4つ目ですね。これ何回やってるの？これこれも20回ずつを3セット、20回3セットね、はい、っていう感じでやってきました。では最後上級編いきます。で上級編5つ目がまず横向き寝ます。横向きで寝て、足をね伸ばし、ここからいきます。はい。で、ゆっくり上げて、後ろ側で回すトレーニングです。はい。この真横から見たときに、後ろだけで回すのがポイントですね。これを前に行くと、ダメね。前に行くと全然軽いので、違う筋肉鍛わっちゃうので、後ろに持っていきます。後ろに。そう、こんな感じで持っていく。で、しっかり大きく回す。後ろまでしっかり大きく回すっていうのが、これのポイントですね。はい。こういうプログラムです。これ一番きついよね、これ一番きつい。これ一番きつい。で、もっとさらに追い込みたい人は、足をしっかり後ろまでなるべく大きな円を持ってくるとさらにきついですね。大きな円です。で、これがね、ちっちゃい円だと、きつくないんですよ。お尻に効かないので、なるべくヒップアップです。プリッと大きく上がって、横の脂肪もね、締めたいのであれば、必ず後ろまで大きく回してください。じゃないとお尻に効きませんので、はい。これでやっていきましょう。これ何回やりましたか、これ。これ20回を2セット。20回2セット。はい。これ一番しんどいので、20回の2セットでやってきました。はい。こんな感じで、2セットっていうのは片方2セット。そう、片方。素晴らしいですね。はい。じゃあ一緒にね、じゃあマットと一緒に5分間やっていきますので、一緒に5分間頑張ってやっていきましょう。ではまず、お尻からいきます。用意、スタート。はい。まず、ほぐしていきます。まず、ボールでほぐしていきます。30秒ずつね、やっていきましょう。はい、5分間で、どんぐらい変わっていくのか。できれば片方ですね、片方だけやってみてもらって、どんぐらいね、片方だけ変わってくるのかね、試してみてください。これ片方って言ったら全然わかるよね。全然わかる。片方トレーニング。ほぐされ方が。ね、片方まずほぐしトレーニングやってみて、じゃあ最後どうですかってやったら全然違ってきますからね。はい、30秒。皆さんはぜひね、片方だけやってみてください。5分間ですね。5分間片方やって、どんぐらいにお尻が違ってくるのか、これを体感していきましょう。はい。これコツは何かありますか？最後。なるべくこういろんなところに当てる。全体的にほぐす感じね。全体的に。OK。これ5秒。5、4、3、2、1。OK。次、仙骨枕いきます。はい。仙骨枕で、尾てい骨ですね。尾てい骨に置いて、仰向けで寝ます。はい。あとはゴロゴロですね。ゴロゴロ寝るだけです。
最初から普通に痛いもんね、これね。はい、こんな感じでもう左右にゴロゴロやるだけですね。もうちょっと大きくやってみて。そうそうそう。グッ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 、こんな感じで。はい、こんな感じでやっていきます。これの、僕からのポイントは、深呼吸しながら大きくやるようなポイントがありますね。これ時間何時にしたのかと3分。3分。これで朝と、いや、私は夜だ。仙骨枕は夜してます。4、3、2、1。OK。次、トレーニング。お尻上げるやついきましょう。お尻上げるやつ。はい。で、仰向けになって、寝て、上げましょう。せーの。1、はい。2、はい。3、はい。4、はい。5、6、そう。7、そう。8、はい。9、はい。10ですね。残り30秒。きつい人は休憩しながらやっていきましょう。はい、ガンガン追い込んでいこう。でもこれでもだいぶ楽だよね。最後のね、2個と比べたら全然マシだと思いますよ。さあ、残り15秒。ポイントはしっかり大きくグッと上げましょう。グッと、そう、グッと上げないと、体のね、ポーズ的にもね、ダメなので、しっかり反らさないとお尻の最後効かないので、しっかりグッと上げましょう。反る感じね。はい、OK。次いきます。次、四つん這いです。次、四つん這いになって、はい、いただきましょう。せーの。はい、グッと、グッと、はい、グッと上げる。で、これポイントがしっかり曲げるようにグッと、はい、曲げて伸ばす、曲げて伸ばすのがポイントですね。頑張っていきましょう。さあ、当てていきましょう。はい。お尻変わると本当にあれだよね。何？なんか重りさえつけてるから最近。すごい今軽い。でも本当お尻変わると本当スタイル変わるよね。いや、見た目が全然変わる。周りからもでも言われます。OK、じゃあラストいきましょう。ラスト。はい、横向き。横向きで寝て、最後上肩です。一番しんどいやついきましょう。さあ、せーの。回す。はい、これしんどいですよ。頑張っていきましょう。後ろに後ろに。で、これ、お尻を鍛えるポイントは、お尻を鍛えると代謝がすごい上がるんですね。お尻っていうのは、体の中でも一番筋肉が大きい場所なんで、このお尻の筋肉しっかりつくことによって、全身の基礎代謝が上がります。なので基礎代謝をしっかり上げるためにも、お尻をね、しっかり鍛え、なおかつ、足がね、しっかり長く見えてくるんです。長く見えてくるので、お尻鍛えるといろんな効果あるので、ぜひね、まずお尻から頑張って鍛えていきましょう。ちなみにお尻を鍛えると、姿勢も上がります。OK、判定。姿勢もね、上がるんで、姿勢も良くなるんで、猫背を改善するのにもね、お尻はすごく大事です。さあ、残りラスト10秒。5、4、3、2、1。OK、終了でーす。はい。はい、ということでお疲れ様でした。でも、だいぶ本当頑張ったね、1ヶ月間ね。でも、こっからがね、まだね、さらにこう、どう持っていくか楽しみなので、ぜひね、こっから、じゃあ、今28日間やったから、ぜひ次は56日間ですね、56デイズ。倍で頑張っていきましょう。1ヶ月間やったらさらにどこまで変わってくるか。実際にもっともっと多分ね、綺麗に持っていけるはずなんで、もっとね、ここからさらにまたブラッシュアップして持ってきますので、ぜひね、皆さん楽しみにお待ちください。で、またね、変化出ましたら、また皆さんね、またシェアしていきますので、ぜひね、一緒に頑張ってお尻鍛えていきましょう。では、こんな感じでね、静電に関する動画をね、いっぱい出してますので、ぜひチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram やってますので、こっちの方もね、ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして、今回ね、登場してくれたマットの方は、結構ヨガとかするんだけども、ヨガとかをする上での、ポイントとかね、体の使い方の、ポイントとかね、いろいろトレーニングとかやってるんで、ぜひね、そんなチャンネルも今後多分出来上がるはずなので、ぜひね、下の概要欄に貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい。ではまた、皆さん次回の動画でまたお会いしましょう。では、バイバイ。